もしもひろゆきさんがハマスのトップなら、ネットでめちゃくちゃ金稼ぐかな。イスラエルがなぜ強いのか。経済の力で各国の政府というのを抑えている状況なんですよ。で、イスラエルとハマスの戦争状況、それを取り巻く世界の状況は今後どうなっていくと思いますか？あまりなんか僕が予想してこうならない方がいいなとは思ってるんですけど、多分そうなんじゃないかなと思ってるのが、イスラエルのネタニヤフさんっていう人が、もともとその割と強硬派で、自分の意見と異なる意見を言う人をどんどん組にして、イエスマンを周りに集めるっていうタイプの人なんですよね。で、割とその保守的な考えが増えてる状況で、そのガザ地区の人たちが悪さをするよね、あいつらいなくなった方がいいよねっていうのは、うっすらとイスラエルの人たちが思ってることではあるんですよ。要はまそのなんか2000年前は置いといて、その1950年代だっけ、イスラエルができるまでは、パレスチナの人たちというのが、イスラエルの今国がある地域のところに住んでいましたと。で、そこからその第二次大戦の後に、そのイギリスとかがいろいろやらかしたせいで、イスラエルという国ができてしまって、もともと住んでたパレスチナの人たちというのが追い出されてしまいましたと。で、なんか中東戦争みたいなの何回もやって、で、そのガザ地区だったりとか、そのなんかヨルダン川のところだったりとかっていう、そのパレスチナ人が住めるところというのがどんどん狭くなっていましたと。で、どんどん狭くしたいよね。で、その後にイスラエルの人たちのその右寄りの人が考えるのは、あの人たちいなくなったら、僕らがずっとアイアンドームとかのミサイル降ってくるとか、そのなんか警戒態勢でずっと徴兵制とかやる必要ないよねっていうことをうすうす思ってる人というのは、それなりにいるんですよ。要するにそのイスラエルという国の中に、そのガザ地区のようなところがあって、パレスチナの人たちがいて、ハマスのようなゲリラ活動をする人たちがいるので、ミサイル降ってくるよねとかってなったり、今回みたいに襲われたりっていうのが期間があるので、それを長期的になくすということが、もし僕らの世代でできたとしたら、それは未来の世代にはきっと感謝するし、喜んでくれるよねという考え方自体は分かっていただけると思うんですよ。要はその自分たちに危害を与える民族というのが近所からいなくなったら未来永劫平和じゃん。で、それが、まあ、今一時的に揉めてトラブルになって世界からブーブー言われるかもしれないけど、それが100年後とかになったら、あ、いなくなってよかったよねっていうふうに思ってもらえるんじゃないかなっていうふうに考えるっていうのが、割とそれなりな層になってると思うんですよ。なので、そのガザ地区の北半分なくします。南に逃げてください。で、北を完全に崩壊させて、誰も住めないところにして、で、そこでもう一回壁を作って、多分そのパレスチナの住める地域というのをどんどん減らしていくっていうのをやろうとしてるんじゃないかなというのが僕の予想です。で、今のところ、イスラエル、エジプトと、その国境を面してるんですけど、で、そこは開けてないんですけど、そのエジプトが国境を開けたら、全員追い出してエジプトに行かせて、誰もいなくなったよねっていうのが、多分ゴールなんじゃないかなというふうに考えてるんですけど、で、ツイッターで、それはなんか深淵を望む者は深淵になんか取り込まれるなんじゃねえのみたいなの書いたんですけど、もともとそのイスラエルという国がユダヤ人の人たちが集まって作ったんですよね。で、まあ2000年前にそのダビデ王みたいな王様とかがいた時代っていうのは、そのイスラエルという地域にユダヤ人っていう人が住んでたんですけど、で、その後いろいろ崩壊して、で、ムスリムの人たちが来て、パレスチナ人が住み始めて、で、ユダヤ人というのは世界中でバラバラに散ってしまいましたと。で、その後ドイツとかで、ユダヤ人とかマジムカつくみたいになって、あいつら金ばっか儲けてるから、もう俺らの国から出てった方がいいよねっていうのを薄々思ってた人たちっていうのが、ナチス党というところにどんどん投票して、よし、じゃあユダヤ人、ドイツにいるユダヤ人は全員捕まえるわって言って、まずユダヤ人の人はユダヤ人マークをその六芒星をつけてくださいと。で、六芒星をつけるっていう義務に反したやつは捕まえますと。で、そのうち、じゃあ、その義務違反のがいなくなって、ユダヤ人がみんな六芒星つけるようになったら、じゃあ、ユダヤ人全員捕まえますって言って、刑務所に入れますっていうので、そのアウシュビッツという名前の刑務所にユダヤ人を入れますと。で、入れ続けてもお金がかかってめんどくさいから、もうこれ殺した方がコスト安くねっていうので、どうやったら
効率的に人を減らすことができるかっていうので、やっぱりガス室に入れて窒息させるのが一番効率いいよねっていうので、効率的にガス室にバンバン突っ込んで殺すっていうのをユダヤ人に対してやったんですよ。そのドイツの人たちはその時にユダヤ人というのが金融などを抑えていて、で、ちょうど不景気でもあったので、ユダヤ人さえいなくなれば僕らは幸せになるよね。なのでユダヤ人がいなくなった方がいいよね。だから狭い地域に押し込めよう。で、押し込めててのコストを俺たちが払うの嫌だから、だんだん減らした方がいいよねっていうのの結果として、シンドラーのリストだったりとか、杉浦中根さんとかが、そのユダヤ人の人に逃げるためのビザ出したりとかいうので、そのユダヤ人を助けましたっていういい話になってるはずなんですよ。でも、それと同じようなことをイスラエルでユダヤ人がやり始めているというのが、どうなのかなと僕は思うのですが、はい。もしもひろゆきさんがハマスのトップなら、どうやってガザ地区の環境を改善しますか？そのハマスが、テロもやるんですけど、そうは言っても、その選挙でハマスが一応与党になってるんですよね。なので、そのガザ地区の人たちの、なんとかこの状況を変えたいという、その熱意の結果でもあると思うんですよね。要はそのアラファトさんの時代からずっとその対話をしてきたんですけど、で、その後対話をしなくなったんですけど、でも、そのファマスの人たちとかがやったとしても、結果として何も変わってないし、悪化の一方なんですよ。どんどん待遇は悪くなっていくし、別になんかじゃあ自分たちの住める場所が広がるのかってそうでもないと。であれば、ワンチャンやり返すぐらいの方が、ひょっとしたら状況が変わるかもしれないよねっていうのも、それも考え方としてはそうなってしまうのは仕方ない部分もあると思うんですよね。で、そのガザ地区の環境をどうやったら改善できるかっていうのを考えると、ネットでめちゃくちゃ金稼ぐかな。要はその、イスラエルがなぜ強いのか。で、それはそのアメリカが支持してるから、ヨーロッパが支持してるからなんですけど、なぜ支持してるかっていうと、世界中のユダヤ人がいろんなところで金配ってたり、その政治だったり財界だったりで影響力を発揮してるので、イスラエルを敵に回すとかありえないよねっていう、要は経済の力で各国の政府というのを抑えてる状況なんですよ。だって結局人は金で動くので、なのでそのガザのシンパを増やして、めちゃめちゃネットで金稼いで、で、そこのガザ側の国というのを増やすっていうのをやる方が、まだ状況は変わる可能性あるんじゃないかなと思うんですけど、最初イスラエル応援でしたが、もはやどっちでもどっち、あちこち戦争、紛争ばかりで人数を滅亡すればよい地球のために。地球環境を考えると人類は減った方がいいよねっていうのが正しいんですよね。で、確かに、その、ガザの人たちがハマスの人たちが攻め込んできて、ライブに参加してた全然関係ないイスラエルの人たちというのが、殺されたり拉致されたというのは悪いです。なので、ガザのハマスはやったのはテロです。これは良くないです。で、その後にイスラエルがやった無差別爆撃。これも良くないです。要は、ハマスが悪いことしたんだから、ガザ地区の奴らが悪いよね。だから無差別爆撃だっていうのも悪いです。なので、ハマスもイスラエルも悪いです。両方悪いです。これが事実なんですけど、なぜかハマスが悪いからイスラエルは正しいとか、イスラエルが悪いからハマスが正しいとか、なぜかどちら側かに寄ろうとするんですよ。今現状起きていることは両方悪いです。なんかね、その、悪いことをしたどっちか、要は善と悪に分けようとする人っているんですけど、両方悪です。で、ただ、彼らにとってみたら自分たちは正義なので、その彼らの価値基準によると多分両方正義です。要は、両方正義と両方悪っていうのはあるんですけど、でもなぜかどちらかが正義でどちらかが悪という善悪二元論で物事を理解しようとする人っているんですよ。なので、両方正義であり両方悪っていう状態なんじゃないかなと思います。